皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今日は小ネタです。ここに冊子が4冊あるんですけど、これ何かっていうと、東京都写真美術館のワークショップの資料なんですよね。当時私が参加したものです。表紙に書いてある開催時期が1996年から1997、8年にかけてで、東京都写真美術館が仮の施設としてできたのが1990年で、現在の恵比寿ガーデンプレイスで本格的に開館したのが1995年のことなので、本当に一番最初の時期に行われたワークショップなんですよね。さて、この4冊、どれも内容がすごくマニアックなんです。順番に見ていくと、まず、プラチナプリント、次にカロタイプ、言わずと知れたイギリスのウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットが発明した古典技法ですね。そして3色分解で撮影するカラー写真。最後にフォトピクチャー&コピスタレーション。これは現代美術のインスタレーション作品を制作する講座です。と、どれも通好みの内容で、今でも非常に興味をそそられる内容なんですけど、すごいところ、これらのワークショップ全部親子講座なんですよ。つまり親子連れで参加するワークショップで子供にカロタイプとかプラチナプリントとかの古典技法をやらせちゃうんです。私はバーチャルの年齢は17歳なので1990年代にはまだ子供だったんですけど、実際にワークショップで暗室に入ってたのを覚えてます。当時はそれがどれだけすごい内容なのかってことを全く分かってなかったんですけどね。今回資料を見つけることができなかったんですけど、この4つの他にも湿版写真のワークショップにも参加した記憶があって、ガラスの板に乳剤を塗った覚えがあります。それで、こういうワークショップ、さらにすごいことに参加費が無料だったんですよ。当時はまだ東京都知事が青島幸男の時代で、その後石原都知事になってからかなり予算が削られちゃったみたいで、なんですけど、まだ都社美自体が開館したばかりでしたし、予算に余裕が多分あったんでしょうね。というわけで、子供に古典技法をやらせるっていう、すごい内容のワークショップだったわけですけど、軽く冊子の内容を見ていきましょう。まず、1996年のゴールデンウィークに開催されたプラチナプリントのワークショップ。講師は細江健二先生。細江栄光の息子の方です。冊子にはプラチナプリントの処方が書かれていて、今も実用としてこの資料を見ながらプラチナプリントができちゃいますね。次に、1997年のゴールデンウィークに開催されたカロタイプのワークショップ。講師は北山幸夫先生です。冊子にはこちらもカロタイプの処方が書かれていて、本当に資料としての価値が高いです。ちなみにこれが当時制作したカロタイプの紙ネガとプリントです。そして、これは年が書いてないんですけど、多分日付がゴールデンウィークなので1998年だと思うんですけど、カラー写真の原点を探るワンショットカメラで撮る総天然色写真。講師は平野武俊先生、山岳写真家の方と書いてあります。こちらも3色分解カメラの図解からプリント作業の手順まで書かれていて、ちょっと内容がポートレートだったので、今回画面には映さないんですけど、シアン、マゼンタ、イエローの3色に分かれたプリントと、それを全部重ね合わせた天然色のプリントが今も手元に残っています。最後に、これは古典技法ではないんですけど、フォトピクチャー&コピスタレーション。これは1997年の7月の開催です。現代美術の作品を作るワークショップだったんですけど、確か OHP 用の透明なフィルムに絵を描いて、それをプロジェクターで投影して作品を制作したという記憶があります。講師は永原ゆり先生で、名前で検索すると、その先生が作った作品を見ることができます。というわけで、1990年代の東京都写真美術館で開催されたワークショップの思い出でした。昔の都社美はすごかった。みたいなことだけを話すと、今の都社美を下げるような感じになってしまうので、公式サイトのワークショップのページを見てみたんですけど、今はさすがに新型コロナウイルスの影響で暗室とかの本格的なワークショップは難しいみたいなんですけど、2020年の初めまでは、モノクロの銀塩プリントのワークショップをはじめ、内容はとても充実してました。
また、視覚障害者の方と美術を鑑賞するワークショップが定期的に開催されているようで、これは1990年代には多分なかったので、時代の変化をすごく表してますね。土砂美では古典技法のワークショップというのは以前に比べてあんまりやってないみたいなんですけど、今では他の場所で古典技法のワークショップ受講できるところが増えているので、興味のある方は探してみると面白いと思います。私は子供の頃は特に写真やカメラが好きっていう意識はなかったんですけど、今こうやって写真とかカメラをやるようになってるのは、もしかすると子供の頃のこういう経験が影響しているのかもしれないですね。というわけで昔の土砂美のワークショップの話でした。ありがとうございました。オブスクラでした。